Used to stop this world from spinning. 今回のドローチューブは、飛天さんへのインタビュー会です。インタビュー回答の音声は、私、日向さくらがお送りいたします。ラフの時には、だいたい完成までのイメージも固めていますね。各手順としても、カラーラフをそのまま1枚のレイヤーに結合して、各パーツにクリッピングして、厚塗りの感覚でだんだん整えていくことが多いです。それでもたまに描いている最中に紙の色などの小さな変更を行うことはありますね。インスタグラムやピンタレストからモチーフを探すことが多いですね。もしくはストーリー性やメッセージ性のあるイラストを描く場合は、それを表現するための仕草などから考える時もあります。オリキャラを描く場合も、大体の時はあまり深く考えず、その時の気まぐれに任せるのですが、たまにこの子はもう2、3回描きたいなという子もいて、そういう子は描いているうちに自分の中でも設定が出来上がってきて、個性のある子になることもあります。表情にはこだわっていますね。女の子は顔が絵の一番重要な部分だと思うので、一番力を入れています。あとは髪の毛も結構こだわる部分です。ハイライトやコントラストも意識しながら、風の流れなども感じられるように力を入れています。口に関しては、口を大きく開けている表情には少し苦手意識があるので、口を小さく開きながら微笑んでいる、儚く穏やかな感じの方が自分の中では描きやすいです。瞳を描くときは海をイメージしていて、波のキラキラ感を意識しています。あと、自分の絵はポートレート写真っぽさを重視しているので、現実にある服装を描きたいと思っていて、よくネットで今シーズンの服装の流行りやファッション雑誌を参考にしています。基本的に現実で誰かが着ていても違和感がない感じですかね。たまにめちゃくちゃフリルが多い服とかも描いていますが、イラストにした時に女の子の魅力を引き出すには、ちゃんと体のラインをうまく見せれるような服装がいいんじゃないかと思いますね。塗りにこだわっている部分は、自分でもまだそこまで分かっていませんね。自分でもまだまだ試行錯誤中なので、描き方に関しても厚塗りしたり、定山レイヤーなどの合成モードを利用したりと、いろいろその時の気分で試している感じなので、色のパーツごとにレイヤーを分けていて、その後はカラーラフのレイヤーをそのままクリッピングして厚塗り風に塗る時もありますし、定山レイヤーなどで影を描き込んでいく時もあります。そうですね。キャラクターを引き出すには背景も大事だと思っているので、ピンタレストやインスタグラムを使っていろんな資料を見て描いていますね。今回のキービジュアルで描いた魚などは普段全然描かないので、参考資料を探したり、色の塗り方の試行錯誤をしたりしました。背景は人物が浮き出るような色を選ぶようにしていますね。
今回の場合、女の子のジャケットを水族館の青に対してピンクにして目立たせています。逆に実際の水族館はここまで青くはないと思うのですが、そこに色が増えすぎると人物があまり目立たなくなってしまうので、背景の配色はあえて全部青色で整えています。キャラの周りの背景に情報量が集まりすぎてしまうといけないので、奥行き感はなるべく少ない量のもので、ぼかしなどを使って表現しようとしていますね。最後の仕上げは、明暗レイヤーやハードライト、オーバーレイなどの合成モードを使ってサイドやコントラストを上げたりします。基本的に自分のイラストは少しサイドが低いので、最後の仕上げでサイドとコントラストを強調しています。だいたいサイで描き終わった後、フォトショップを使ってレベル補正やカラーバランスで全体的な色をいじります。サイドやコントラストを変えてメリハリのある絵になるように意識しています。その時の調子によるんですが、作業時間はだいたい3日くらいですかね。一番時間がかかるのは基本的に塗りですが、ラフが決まらなくてそこで時間がかかってしまうこともあります。例えば構図や色を決めるときにうまく人物を引き出せなかったり、本当に何も浮かばないときは一旦その絵を放置して他のことをやることもあります。You used to stop this world from spinning.